3D プリンターは今や3万円台で買えます。基板を5枚作っても数百円で数日後に届きます。設計ソフトも無料で使えます。それなのに世界にはメーカースペースに行くために月会費を払う人が数十万人います。なぜ自分で買えるのにわざわざ共有の工房へ行くのか。この問いへの答えはメーカースペースが誕生した45年前の歴史の中にあります。そしてその答えは機材をめぐる話ではありませんでした。2017年、全米最大のメーカースペースチェーンテックショップが突然破産しました。9000人の会員がある朝突然締め出されました。設備は一流、ロケーションも良い、会員もいる。それでも続かなかった理由は何か。一方で2002年にマサチューセッツ工科大学で生まれたファブラボは今では135カ国以上に広がっています。潤沢な資金もなく会費収入だけでなぜ続くのか。場所としてのメーカースペースと機能としてのメーカースペース、その違いこそが45年の歴史が教えてくれることです。メーカースペースとは 3D プリンターやレーザーカッターなどの工作機械を会員がシェアして使う共有工房のことです。しかし本当の価値は高価な機材にはありませんでした。1981年のドイツから2026年の現在までその答えを一緒に探しましょう。1981年、西ドイツ・ベルリン。2W と名付けられたイベントが小さな新聞社の会議室で開かれました。集まったのは自分たちをコンピューター教と呼ぶ若者たちでした。彼らが掲げたのはシンプルな信念でした。情報は自由であるべきだ。パソコンが普及し始めたこの時代、技術者でなければコンピューターを扱えない。そんな壁を彼らは許せませんでした。こうして生まれたのがカオスコンピュータークラブ CCC と呼ばれる組織です。CCC は1986年4月14日、ハンブルクで正式に法人登記されました。ただしこれは単なる技術愛好家の集まりではありませんでした。情報の自由、プライバシーの保護、技術の民主的な統制といった共通の価値観がメンバーを結びつけるコミュニティでした。この精神こそがメーカースペースの原型です。1995年秋、同じベルリンにシーベースという拠点が生まれました。コンセプトは非常にユニークでした。ベルリンの地下に宇宙ステーションが墜落している。私たちはそれを発掘し再建するために集まった。でたらめに聞こえますか？でもこれが機能したのです。共通の物語を持つことでメンバーはただのユーザーではなく乗組員になりました。技術者、アーティスト、活動家、さまざまな背景を持つ人々がこの物語のもとに集まりました。シーベースは今も現役です。設立から30年以上が経った今もベルリンで活動を続けています。こうしたスペースはハッカースペースと呼ばれるようになりました。彼らを支えた哲学について触れておきましょう。初期のハッカースペースはほとんどルールを持ちませんでした。シーベースが持っていたのは物語でした。宇宙ステーションの乗組員であるという共通の世界観です。ハッカースペースの一つ、ノイズブリッジが掲げたのはたったの一文でした。Be excellent to each other。互いに素晴らしくあれ。これは偶然ではありません。過剰なルールはコミュニティを管理する側と管理される側に分断します。しかし物語と価値観の共有はメンバーを共同体の一員にします。2007年に欧米のハッカースペースが連携してハッカースペースデザインパターンズをまとめたとき、その根幹にあったのはコミュニティを作れ、施設を作るなという考え方でした。この思想は後のファブラボにも、そして企業内メーカースペースにも静かに受け継がれていきます。こうしたヨーロッパのハッカースペース文化が大西洋を渡ったのは2007年のことでした。きっかけはドイツで開かれたカオスコミュニケーションキャンプ。
CCC が主催するハッカーの野外フェスです。米国の非営利団体ハッカーファウンデーション設立者のニック・ファーが約40名のアメリカ人ハッカーを引き連れてドイツへ飛びました。シーベース、ウィーンのメタルアブ、ドイツ各地のハッカースペースを巡り、ツアーを終えて帰国した彼らが口々に言いました。これをアメリカでもやろうと。ファーは後に自身もワシントン DC でハッカースペースを立ち上げ、ハッカースペースのジョニー・アップルシードと呼ばれるようになります。ジョニー・アップルシードとは19世紀のアメリカでリンゴの木を各地に植えて歩いたとされる開拓者です。2007年以前からアメリカでは別の流れも育っていました。2005年、メイクマガジンが創刊されました。DIY とテクノロジーを組み合わせたそれまでにない雑誌です。翌2006年にはカリフォルニア州サンマテオで第1回メーカーフェアが開催されます。工作ロボット、手作り楽器、奇妙な乗り物、個人が作ったものを持ち寄る祭典です。初回の来場者は約2万人。メーカーという言葉が一般に広まり始めた瞬間でした。ハッカースペースからメーカーフェアへ。情報の自由を求める地下文化がものづくりの祭典へと姿を変えていきました。帰国から2ヶ月後の2007年10月31日、ハロウィンの夜、ニューヨーク・ブルックリンに NYC レジスターが誕生しました。9名の創設メンバーのうちの1人、ブレイ・ペティスは後に 3D プリンターメーカー、メーカーボットを立ち上げます。翌2008年10月、サンフランシスコにはノイズブリッジが開設されました。唯一のルールは Be excellent to each other。アナーキスト的な集合体として今も活動を続けています。ハッカースペースがコミュニティの相互扶助から生まれたとすれば、もう一つの潮流は個人のエンパワーメントから生まれました。舞台はマサチューセッツ工科大学 MIT です。1998年、MIT センター・フォー・ビット・アンド・アトムズのディレクターニール・ガーシェンフェルドが一つの講座を開きました。タイトルを訳すと、ほぼ何でも作る方法。当初は理工系大学院生向けの実験的な授業でした。ところが思わぬことが起きます。アーティスト、建築家、人文系の学生たちがこう訴えて授業に押し入ってきたのです。私はお店では買えないものを作りたいんです。ガーシェンフェルドはこの現象に直感しました。機材へのアクセスを与えれば誰でも発明できる。2001年、全米科学財団が MIT に対して1375万ドル、日本円にして約22億円の助成金を交付。この資金からファブラボネットワークが生まれます。もともとファブラボは MIT 内にありました。ガーシェンフェルドの講座が生まれた場所、MIT のセンター・フォー・ビット・アンド・アトムズそのものが最初のファブラボです。2002年、その理念を初めてキャンパスの外に持ち出す試みが始まりました。場所はインド西部パバル村。名前はファブラボゼロ。0号機です。農村の職人たちが工作機械を使って地域の課題を解決するための拠点でした。同年、ボストンの貧困地区にも設置されました。公民権活動家のメルキングと共同したこのラボは、経済格差によるテクノロジーへのアクセス不平等を解消することを目的としていました。ファブラボのルールはファブラボ憲章に記されています。ファブラボで開発した設計やプロセスは発明者が保護・販売できる。しかし、個人の学習や利用のためには公開されるべきである。ハッカースペースがコミュニティのためのスペースなら、ファブラボは世界に開かれた教育インフラを目指していました。ファブラボはインドと北米にとどまりませんでした。2003年にはノルウェーの漁村アースに、2004年にはガーナの首都アクラに設置されました。ガーシェンフェルドが一貫して語るのは、ローカルの課題をローカルで解決するという思想です。先進国の工場を安く模倣するのではなく、その地域固有の問題に応える技術を現地で生み出す。それがファブラボの目指すものでした。2009年2月、ファブファウンデーションが設立されました。
MIT でガーシェンフェルド教授と長年共同してきたシェリー・ラシターが CEO 兼プレジデントに就きました。2026年現在、ファブラボは135カ国以上に2700以上存在します。インドの農村から始まったネットワークはまさに世界に広がるインフラになりました。しかし一方でメーカースペースには全く異なる流れも生まれていました。商業化の試みです。ガーシェンフェルドは将来像をこう語っています。今日ファブラボで一つのものを作るには10台の機械が必要です。20年後にはそれがポケットに入る1台の機械になる。誰もがほぼどこでもほぼ何でも作れるようになると。パーソナルコンピューターが情報処理を個人に開放したように、パーソナルファブリケーターはものづくりを個人に開放する。ガーシェンフェルドが描くのはそういう未来です。ファブラボを開くたびに全く同じプロフィールの聡明で発明好きな人々が集まるとガーシェンフェルドは MIT ニュースで述べています。場所は関係ない。インドの農村でもガーナの首都でもノルウェーの漁村でも機材へのアクセスを与えれば創造性は自然に生まれる。それがファブラボという実験が45年かけて証明してきたことです。2006年10月、カリフォルニア州メンローパーク、テックショップが産声を上げました。創業者のジム・ニュートンはテレビ番組「怪しい伝説」の科学アドバイザーとして知られていました。怪しい伝説とは、都市伝説を爆破や実験で検証するディスカバリーチャンネルの人気番組です。コンセプトはシンプルでした。フィットネスジムのように月額会費を払えば好きなだけ機材を使える工房。月額100から175ドル、日本円で約1万6000から2万8000円を払えば約1億6000万円相当の工作機械が使い放題です。最盛期には全米10店舗を展開。日本でも2016年、東京港区にテックショップ東京がオープンしました。2009年に CEO として参画したマーク・ハッチは、メーカームーブメントの伝道師と呼ばれ、メーカームーブメント宣言を出版。誰でも発明家になれるという理念を世界に広めました。テックショップは単なる工房ではなく、メーカーの時代を象徴する存在となっていました。しかし2017年11月15日、すべてが終わりました。前触れなく全米10店舗を即日閉鎖。連邦破産法第7章を申請し、9000人以上のアクティブ会員が突然締め出されました。破産に対してダンウッズは、外部の補助金なしには不可能だと釈明しました。フィットネスジムモデルには致命的な構造的欠陥がありました。フィットネスジムの設備は使っても大きく消耗しない。しかし工作機械は違います。使えば摩耗し、故障し、交換が必要になる。維持コストが桁違いに高い製造施設にジム型の会員制モデルは根本的に不適合でした。ジムのバーベルやダンベルは多少錆びついても構いませんが、工作機械の錆は事故につながりかねません。もう一つの問題は会員の定着性でした。フィットネスジムでは会員は通い続けることに価値があります。しかしメーカースペースでは目的を達成した会員は去っていきます。プロトタイプが完成した、製品化に成功した。その時彼らには通い続ける理由がなかったのです。テックショップ破産後、元メンバーやスタッフたちは諦めませんでした。ピッツバーグでは2018年にプロトヘイブンを、サニーベールでは2019年にメーカーネクサスが設立されます。いずれも非営利モデルです。アリゾナ州チャンドラーの施設はアリゾナ州立大学の管理下で再開されました。商業モデルの失敗から学び、原点に回帰した、そう言えるかもしれません。テックショップの失敗が証明したのは、明確な目的なしに機材を貸し出すだけでは持続できないという事実でした。では、メーカースペースが機能する条件とは何か。その答えは意外にも企業の中に見つかります。2012年5月、アメリカ・ミシガン州アレンパーク、大手自動車メーカーフォードがテックショップデトロイトを開設しました。
約3500平方メートルの施設に約1億6000万円相当の機材、そして発明を提出した従業員には3ヶ月の無料メンバーシップを送る制度を導入したのです。結果は劇的でした。初年度の発明提出数は前年比 32% 増。1年後、特許化可能なアイデアは 50% 増加し、特許出願数は倍増しました。フォード従業員のドン・プライスは、ここで圧力センサーデバイスのプロトタイプを製作。実際に動くものを見せることで、製造投資の決定を勝ち取りました。フォードグローバルテクノロジーズ CEO のウィリアム・カフリンはこう語っています。実際に動くものを見せられると、経営陣はノーと言いづらくなるんだ。2014年7月、ケンタッキー州ルイビル大学キャンパス内にファーストビルドが誕生しました。GE アプライアンスが設立した約3250平方メートルのコクリエーションスペースです。コクリエーションとは競争という意味です。ファーストビルドは平日17時から20時まで無料開放されています。地域のメーカーや起業家が GE アプライアンスのエンジニアと直接話し、アイデアを出し合える場です。オンラインコミュニティには24万5000人以上が参加。開設から10年間で100以上の製品と機能を開発し、37製品が GE アプライアンスの正式ブランドに昇格しました。最も有名な成功例がオパールナゲットアイスメーカーです。おにぎり型の氷を作る家庭用製氷機です。2015年にクラウドファンディングで公開すると、開始直後に目標の15万ドルを突破。現在 GE アプライアンスの小型家電部門で最も売れている製品です。コミュニティを育てることが製品を生む。その逆転の発想がファーストビルドの成功の核心でした。ここで日本の動向についても触れておきましょう。2011年5月、東アジア初のファブラボとしてファブラボ鎌倉、ファブラボつくばが開設。翌2012年3月にはファブカフェ東京がオープン。バリスタの入れたコーヒーを飲みながらレーザーカッターを使えるものづくりカフェは、初心者でも参加しやすい仕組みで多くの人を引き込みました。ファブカフェは現在渋谷、飛騨、京都、名古屋のほか、台北やバルセロナ、バンコクなど海外にも展開しています。2014年11月、東京秋葉原に DMM. メイク秋葉が開設されました。約2000平方メートルのフロアに200種以上の機材、24時間利用可能な工房はハードウェアスタートアップの聖地となりました。しかし2024年4月末、9年半の歴史に幕を閉じました。一方で蓄積されたノウハウは形を変えて生き続けています。DMM.com は東京都の支援拠点、東京イノベーションベース内の TIB ファブの運営を受託。同様のケースとしてファブラボ神田西木町は日本各地の企業内メーカースペースや学校内メーカースペースの運営を担っています。日本では場所の運営から機能の提供へのビジネスモデル転換が始まっています。一方、中国深センでは別の進化が起きていました。メッカは深セン中心部にある電子部品の巨大市場ファチャンベイ。何十棟ものビルが連なり、床から天井まで部品が積み上がっています。抵抗器、コンデンサ、マイコン、センサー、世界中のあらゆる電子部品がここに集まっています。かつてこの街を訪れた開発者たちは口を揃えて語ります。頭の中にあるアイデアを翌朝には試作できる。この街の中心にチャイホーメーカースペースが生まれました。チャイホーは焚き火という意味です。設立したのはオープンソースハードウェアや IoT 製品を開発製造するシードスタジオの創業者エリック・パン。オープンソースハードウェアの製造とメーカーコミュニティの育成を両輪で進める試みは、深センのメーカー文化の象徴となりました。2015年、中国政府は大衆創業、万衆創新というスローガンを掲げました。大衆が起業し、あらゆる人が革新せよという意味です。これを受けて中国のメーカースペース数は2013年の約15カ所から
2018年には交渉5500カ所以上へと急膨張しました。しかし急増の陰には歪みもありました。政府補助金目当てにメーカースペースを名乗っただけの施設も少なくなかったと言われています。表面的な数字の膨張と実態の乖離。商業化の失敗はアメリカだけの話ではなかったのです。しかしパンデミックと地政学的変化がこのモデルを揺るがします。アメリカのハードウェアスタートアップ向けアクセラレーターハックスは現在戦略的な3拠点体制で運営されています。シェンジェンでサプライチェーン支援、インドのプネで設計製造、アメリカ・ニューアークで資金調達支援という3拠点の役割分担です。シェンジェンに行けば何でもできた時代は変わりつつあります。2020年のパンデミックによって多くのメーカースペースが閉鎖を余儀なくされました。しかし同時にメーカースペースの本質的な価値が証明された出来事でもありました。パンデミック初期、世界中のメーカーたちが PPE の製造に動きました。MIT のプロジェクトマナスはニール・ガーシェンフェルドのチームと協力してフェイスシールドの製造技術を確立。初週だけで10万枚のフェイスシールドを製造寄付しました。ガーシェンフェルドはこう述べています。この困難な時期に MIT の強みを結集して迅速に解決策を定義・改良できたことは喜ばしい。MIT での取り組みは世界中で立ち上がっている多くのプロジェクトのベストプラクティスになる。設計データは即座に世界中に共有されました。ブラジルでは4つのメーカー組織が約7000個のフェイスシールドを製造し、5000個を病院に寄付。イギリスのミルトン・ケーンズメーカースペースは地域の医療従事者向けに数千個を届けました。また日本でもファブラボ関係者や医療従事者らが連携し、独自改良を重ねたフェイスシールドが医療機関に届けられました。グローバルで設計してローカルで製造する。ファブラボが掲げてきた理念が最も切実な局面で証明されました。しかし同時にパンデミックは容赦ない淘汰をもたらしました。ノースカロライナ大学のハワード・アルドリッチ教授らの研究によれば、2020年以降に新設されたアメリカのメーカースペースはわずか8施設。2018年に49施設あった商業メーカースペースのうち、2024年初頭までに22施設が閉鎖しました。一方、非営利メーカースペースの 84% は活動を継続。商業スペースと比較して明確な差が出ました。明確な目的を持った組織にメーカースペースを組み込む。この方向性は企業だけでなく大学にも広がりました。ジョージア工科大学のインベンションスタジオ、ノースウェスタン大学のザ・ガレージ、MIT のプロジェクトマナス、アメリカの有力大学が次々とメーカースペースを設置しました。工学部だけでなくビジネス、デザイン、文系学部の学生も使える学部横断型の実験場として機能しています。日本でも同様の動きが起きています。ソニー、リコー、東芝、パナソニックといった大手製造業企業がそれぞれ社内にメーカースペースを設置しています。共通するのは従業員が自由に試作できる環境と縦割り組織を超えた横断的なコラボレーションを目的とした点です。フォードの事例が証明したように、作ってみせることが意思決定を変える。その効果が日本でも注目されています。そして2020年代、メーカースペースを取り巻く環境に根本的な変化が訪れます。かつてメーカースペースに行かないとアクセスできなかった機材が個人でも購入できる価格になったのです。2024年第2四半期、40万円未満の家庭用 3D プリンターの出荷台数は前年同期比 65% 増を記録。中国メーカーの台頭がこの変化を加速させました。今や 3D プリンターは数万円で購入できる時代になりました。それだけではありません。基板製造のオンラインサービスでは5枚の基板が数百円、数日で届きます。中国の基板製造サービス JLCP-CB は2024年12月時点で顧客700万人以上、年間1700万件以上の注文を処理し、180カ国以上に展開しています。
設計データをアップロードすれば数日後に完成品が届きます。シェンジェンの製造インフラがオンラインサービスを通じて世界中の個人メーカーに開放されたんです。基板を作るためにメーカースペースへ行く。かつてはそれが当たり前でした。プロの機材がなければ個人には精度の高い基板は作れなかった。その壁が消えた時、メーカースペースに何が残るのか。この問いへの答えが現在のメーカースペースの形を決めています。この変化はメーカースペースの価値の重心を変えています。機材アクセスではなくコミュニティへ。同じ価値観を持つ人々と出会い、知識を共有し、フィードバックを得る。その機能こそがメーカースペースの革新になりつつあります。GE アプライアンスがコークリエーションを核に据えたこと、大学や図書館がメーカースペースを教育機能として位置づけていること、いずれもこの流れの中に置いてみるとよく理解できます。1981年のベルリン。コンピューター教たちが一つの信念を共有していました。情報は自由であるべきだ。それは技術を一部の専門家だけのものにしたくないという静かな怒りから生まれた信念でした。45年後、テックショップは破産しました。DMM.Make 秋葉は閉じました。しかし CCC のコミュニティは今もベルリンで活動しています。シーベースの宇宙ステーションは今も修復中です。ファブラボは135カ国以上に広がりました。誰もがものづくりできるという可能性を信じ、それを実現しようとする人々のコミュニティ。それが45年間受け継がれてきたものの正体です。機材が安くなっても AI が設計を手伝うようになってもそれは変わらない。場所ではなくコミュニティ。それがメーカースペースの本質です。1981年のベルリンで始まった問いへの答えはまだ更新され続けています。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったら高評価とチャンネル登録をお願いします。ファブシーンではハードウェア開発やデジタルファブリケーションの最前線を日々お届けしています。最新の記事は概要欄のリンクからファブシーンのサイトでご覧ください。それでは次の動画でお会いしましょう。